get out of bed the same time. People talk about last night. Hey, I heard that... こんにちは、IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は今 IKEA に行くなら見てほしい新作と限定アイテム、さらにお買い得情報もあるので紹介します。あとはクリスマスの星のライトについて飾り方を説明しています。フラッと IKEA に行くと見逃しちゃいそうな新商品をたっぷり紹介していきます。まずはキッチンコーナーです。これから年末年始にかけて使えそうなアイテムがあったので紹介します。こちら新商品なんですけども、すごくカラフルで可愛いボールが出ていました。竹製なので見た目以上に軽いです。これはポップコーンを入れるためだなととっさに思いましたが、キッチンのカウンター上でみかんとか持っておいてもとても可愛いと思います。お値段は最初高めだなと思ったんですが、2個セットのお値段です。こういう色合いでプラじゃない食器って珍しいと思うので、とても映える食器だなと思います。お手入れ方法は手洗いのみとなっています。こちらは10月に発売となった新商品の収納ボックスです。こちらもキッチンカウンター上で使うのがすごく可愛いと思います。この右の方の2段になっているタイプは1段ずつでも使うことができます。IKEA の食品が売っているコーナーでこのようにお菓子をディスプレイされていてとても可愛いなと思いました。ちょっとお店屋さんっぽくなって楽しそうです。ちなみに同じような部類でこういう小さいスリムなラックもありまして、こちらとてもスタイリッシュで人気があります。キッチンの細々したものを一つにまとめてすっきり見せることができます。日本の IKEA 限定にはなるんですけども、人気商品が値下げされました。こちらの黒色の缶なんです。コーヒーや紅茶の収納にとても人気がある商品です。生産終了のための値引きとなっています。11月時点ではまだたくさんありますので、在庫限りですので皆さんお早めにゲットしてください。値引きされたのは大きいサイズのみです。インテリアのプロの方もこのブラックでスタイリッシュな小物って珍しいらしくて、よく使うっていう風に教えてくれました。値引き商品つながりを先に紹介します。これは IKEA あるあるなんですけども、商品の入れ替えが激しいので寝具が安くなりがちなんです。で、私いいなと思ってた布団カバーが値下げされてました。2000円オフは大きいですね。この縁、グレーの縁がすごい可愛いんですよ。掛け布団カバーは IKEA の結構ずっと愛用してまして、というのも結構生地が肌触りがいいなと思います。IKEA のサイトによると、オーガニックテキスタイル世界基準認証を取得したオーガニックコットン 100% ということです。あとそこまでトレンド感強すぎなくてずっと長く使えそうなデザインなので、全然お買い得な商品だと思います。 200×200 のサイズなんて3000円オフですからね。で、この価格改定のものに関してはオンラインでもこの価格で買うことができます。 IKEA ジャパン共通の価格となっていますのでチェックしてみてください。あと個人的におすすめな布団カバーの選び方があって、布団カバーコーナーではなくてベッドコーナーに立ち寄ってください。するとこうやって実際にディスプレイされている様子を見ることができます。マルチカバーとのコーディネートも見ることができます。このベージュのカバーほんと可愛いです。ふわふわ感がね、とても肌触りいいんですよ。あとはもちろんルームセットなんかでもこのようにコーディネート見ることができます。チェックの布団カバーも可愛いですね。ルームセットとかディスプレイされているのは割と新商品が多めに展示されています。なのでこうやって見て可愛いなっていうのを覚えておいて、半年後ぐらいに値下がったのを買うっていうのが割とやりがちなパターンです。怒られるな。続きましては照明コーナーです。視聴者様から投稿で教えていただいた線香花火というデコレーションライトです。最近ソイさんの YouTube でも紹介されていて、とんでもない可愛さですね。これは実際お店で見るとふーんって感じだったんですけど、その飾っているところを見せていただくと本当に素敵で、お写真投稿いただいてありがとうございます。この細い線みたいなのが細いワイヤーになっているので、ふわっと好きな形にすることができます。電池式となっていて単3電池が3本必要です。またタイマー内蔵で IKEA のいつもと同じ仕様ですけども、毎日同じ時間に点灯して6時間後に消灯するというものです。ワイヤーを曲げられるし、ちょっとこのふわふわして柔らかいのが表情があってとても素敵です。
あと線香花火っていうネーミングもずるいですね。で同じくここのポータブル照明コーナーからもう一つ紹介します。今映ってますけども、ちょっとダイヤ型のランプで、こちらはスタンドタイプになっています。テーブルライトですね。ベッドサイドに置かれてますけども、こちら電池式のライトですので読書灯とかには全然向かないぐらいデコレーション用のライトです。意外と隙間から電球が見えるんだなっていうのがこちらディスプレイを見て分かりました。ちょっと今寝室の模様替えを計画してて、このライトいいなと思ってもう違うところに興味が移ってますね。壁からライト生やすっておしゃれですよね。実用的ですし。でこちらの寝室のインテリア少し紹介していきます。サイドテーブルはベルクスネースという IKEA でとっても人気のものです。バーチの無垢材で手触りもいいですし、足も円柱で可愛らしいデザインとなっています。テーブルライトは先ほどの壁面から生えてた照明と同じニーモーネのシリーズです。こちらは以前売っていたものは調光できるのがクローム調で昔出てたと思うんですけど、こちらは調光できなくなっています。電球を3つ使うので選ぶ電球によってはすっごく明るくなりすぎるので気をつけてください。私は485ルーメンのを3つ使いました。このように下だけじゃなくて上にも光が出ますので、枕元だと家族全員わって起きるぐらい明るいと思います人にもよりますかね。こちらのお部屋は7畳のお部屋となっています。結構広いですね。ビリーの本棚が置いてあります。もう一つカントリーテイストのお部屋を紹介します。赤ちゃんと暮らしているご家庭ですね。こちらダイニングチェアが全部新商品のものになっていました。この黄色の子供用のチェアに注目してください。こちらはアーガムというとても人気のシリーズの新色となっていまして、色がとても素敵でした。派手すぎない優しい黄色でした。でこの窓際に飾ってある星ですね。この星のランプ、クリスマスでおなじみのアイテムですけども、結構 IKEA でも見てる方々が興味あるけど何と何を買ったらいいのって迷ってる方はよく見かけます。これとこれですよって教えてあげたくなるんですけど不審者になるので、大阪やったらやると思うんですけどね、 YouTube で紹介したいと思います。スタンドを使って飾る方法は以前の動画でも紹介したのでそちらをご覧ください。今回は垂らすタイプについてやり方を紹介します。ささっとね。星のシェードと同じ商品名のストローラというコードセットが売っています。こちらはコンセントタイプなので手軽に飾ることができます。そちらを購入してください。あと E17 サイズの電球も購入してください。このように付属の金具みたいなのをセットして、電球をセットして、あとは星を広げてセットするだけです。とても簡単です。この星のシェードはシーズンオフの時はぺったんこになるのがとてもおすすめなポイントです。で飾るとすごくインパクトあるしとても可愛いんですよ。また今年はこのダイヤタイプを購入して飾っております。こちらも光の漏れ方がとても綺麗なので気に入っています。日本の IKEA では11月ダイニングチェアのセールが行われておりましてお買い得になっています。この B ハルスシリーズはとてもお手頃価格なシリーズなんですけども、かなりコスパいいなと思ってます。色味がすごくおしゃれで、ちゃんと背面から見てもネジが見えないデザインとなっていたり、足も細く作られていたりスタイリッシュなデザインとなっています。座面の高さが48センチと高めなので注意が必要です。なんとこのチェア積み重ねられるんですよ。もう一つスツールを紹介します。ホワイトスチールとパイン材の組み合わせがとっても素敵なスツールです。可愛いんですけどスチールの面が広いのでちょっとインダストリアルなテイストのインテリアにも合いそうです。しかもサイドテーブルにしても良さそうなデザイン。上の取っ手みたいなのがいい仕事してて持ち上げやすかったです。さらにこちらも積み重ねできるデザインとなっています。ちょっと植物を置くのにスツールを新しく欲しいなと思ってて見てました。でやっぱりこのシルレシリーズがいいかなと思って
検討しています。最近新色でグリーンも出まして、白もオフホワイトになりました。シルレは3本足なのですごくスタイリッシュなのがいいなと思います。さらにこちら新商品のスツールを紹介します。座面にクッションが入ったスツールとなっています。そしてなんとここカバーは取り外して洗うことができる仕様になっています。これは嬉しいですね。またカラーバリエーションもあって絶妙なカラーがさすが IKEA っていう感じでした。重さは見た目通り軽くて簡単に積み重ねることもできます。こういうスツールって必ずクッションとかが必要になってくるのでクッション付きはいいなと思いました。ただちょっとねお値段がスツールの割にはお高めなのかなと、思ってしまいましたね。っていうのも IKEA 結構お安めなんですよ。この隣にあるマリウスシリーズなんか800円ですからね。しかもこのマリウスシリーズも最近新色が出てまして、トレンド感のあるオレンジやブルーが出ています。本当手軽で買えるのがすごくいいですよね。でちなみにこのマリウスは IKEA の各買取サービスの今対象になっています。11月20日から家具買取サービスの金額上乗せキャンペーンが始まっています。ぜひチェックしてください。結構びっくりする値段で買い取ってくれます。で10月から出張による引き取りサービスは終了してしまったみたいなんですよ。これはちょっと残念です。詳しくは IKEA のオンラインサイトをご覧になってください。新しいルームセットができていたので紹介します。新商品のサバンナシリーズをふんだんに使った子供部屋です。ここまで来るとテーマパークみたいですね。ちょっと変わったデスクが置いてありました。こちらの商品はハンドルを回してデスクの高さを調節することができるキッズ用のデスクです。引き出しは別売りです。とてもシンプルなので大人でも使えそうです。私自身も IKEA のミッケという子供向けのデスクを使ってます。足元の引き出しを外すと大人でも全然使えます。過去12月にデスクが一部値引きされることがよくありましたので、今年ももしかしたらあるかもしれないしないかもしれません。こちらのルームセットでは珍しくちゃぶ台が置かれています。基本床で座るっていう発想のない国の人が多いと思うので珍しいんですよね。こちらの肉厚なクッションは床にも座れるということでなかなか良さそうです。ベンチの上に置いたりなんかしても良さそうです。ちなみにカバーは取り外しができません。手洗いになります。ソファーはソーデルハムンが置かれています。デスクはリルオーセンです。先ほどのクッションですけどもこちらにもディスプレイされていました。カラーバリエーションとしてグレーもあります。まあまあ大きめのパーソナルチェアに座りきれてないクマさんがとても可愛かったです。卓上サイズのツリーが飾られていました。鉢カバーは別売りになっていて12センチサイズのものを選ぶとぴったりです。ミニサイズのツリーだとこういうサイドテーブルですとかラックの上に飾りやすくていいですよね。オーナメントも少し飾るだけでガラッと印象を変えることができて楽しめそうです。こちらのディスプレイではホワイトとゴールドが基調でブラックのサイドテーブルにとても合っています。今期はミラーがたくさん新商品が出てるんです。でミラーからもベージュ色が出ています。もうっていうのは今期すごいベージュの新商品がたくさん出ているんですよ。こちらはですねグレーベージュというふうに記載がありました。カラーバリエーションとしてブラックも発売しています。とてもシンプルなフレームで使いやすそうです。こちらはサイズバリエーションも3種類出ています。ミラー欲しいなっていう時結構 IKEA はいい候補になると思います。シンプルなデザインが多くて何よりお値段がお手頃です。我が家でもリンドビーンなどミラーは IKEA でたくさん買ってます。でミラーを検討する際はオンラインで一度検索されるのがおすすめです。店舗だと全部店頭に並んでるわけではないのでオンラインで一度チェックしてみてください。でその後実物を大きさを確認するみたいなのがおすすめです。 IKEA の隠れ人気商品ポプリなんですけどもこの度リニューアルされてましてちょっと色が鮮やかになったものが出ています。今までと違って
こう色付きのお花がまるっと入ってるっていうのが特徴です。香り方は今までと同じで、ささやかな本当に柔らかい香りがささやかに香る感じです。見た目も楽しくなったなと思いました。こんな風にお皿の上に広げた方が香りが漂ってくるかもしれません。多分このお花は造花ですよね。多分造花を一緒に飾ってるんだと思います。私のおすすめとしては、この隣に売ってます99円税込みのポプリバッグです。これはもみもみするとラベンダーの香りがします。枕元に置いてます。フォロワーさんからティッシュの中にこれを忍ばせたらいい香りがしていいっていう風に教えてくださりました。ありがとうございます。そろそろセールの季節です。今年は12月4日からのようです。 IKEA のセールは基本的にシーズンものの売り切りが多くなると思います。次回は購入品の紹介と新商品の紹介をしたいと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。